この動画には、以下の要素を含みます。ご理解いただける方のみご視聴ください。前編のあらすじ。嫌な予感する入り口に突入し、砂漠に不時着。海鮮の食べ方を考えたが、エビちゃんの攻撃性に絶望。くるくるくる、ドーン。エビちゃん複数エリアで、壁際に追い詰められ、鍋を見つけ一休み。食われたくないカニちゃんから、アタックを受け、イクラくんが丸焼きに。まだ見ぬ避難場所を求め走り出す。スカイ星を紡ぐ子供たち、星の子候補生パート7やってくよ。捨て地の後編だぜ。ひたすら逃げてるけど、どこに行けばいいの？建物に入るんだ。エビちゃんに外から見つかっても、隠れることができるんだぜ。わかったわ、イクラくんそこ入って。え？なんでいるの？逃げてイクラ、横の岩陰に走れ。それでは皆様、ゆっくりしていってね。こんな時に挨拶するんじゃねえ。マリサだって、落ち着くんだ。2、3、5、素数を数えろって意味じゃない。お茶が美味しいわ。落ち着きすぎだろ。イクラの状況見て。建物内に入ってくるのは想定外だったが、このまま逃げろー。横よ、横に逃げるのよ。ここ安全。エビちゃんの動きがわからない。息を潜めて、じっとしてるんだ。本当に喋らなくて平気？見つかるから静かにしとけ。なんとか乗り切ったな。よかったわ。安全なところってないのね。そうだな。逃げ回ったから、現在位置わからないわ。方向もわからないのぜ。とりあえず、道っぽいところ進む？道という道もないが進んでみよう。ギャー。いくらくん逃げて、左だ。往復じゃなくて、骨の後ろに早く。水の中も危ないわ、早く出ていやー。後ろよ。柱の後ろに隠れるんだ。エンカウント率高すぎよ。ギャー。出待ちはお断りですご用件はマネージャーまでマリサ、わかったわ。私のプリンを食べた犯人がそのエビちゃんの対応策よ。前方をサーチライトで照らしている。つまり、エビちゃんの真後ろが安全地帯。バレたー。こっち見てなかったわよ。いくら、横移動だ。どこに行ってもエビちゃんがいるわ。今のところ逃げられてるから。バレたー。急に横向かないでー。撤退、戦略的に撤退だ。その頃、マスコットたちは、カニさんよ。アタック決めてもあいつらピンピンよ。カニ仲間として恥ずかしいわ。もう、許して。使えねえ。カニさんただいま、追い払ってきたよ。エビちゃん、おかえり。エビ仲間として嬉しいよ。あなたカニさんに何してるの？こんな使えないやつ。ほっといて一緒にお茶しよう。私がどうやって追い払ったか知ってる？ここにいたから知らない。ここにいただけなのね。教えてあげるわ。カニさん解放しよっと。観察した結果、どうやら勘違いをしていたようだぜ。このエリアのエビちゃんは4体だ。そんな、絶望的じゃない。炎上のルートを周回しているみたいだぜ。全街道も多いと思ったのは、そもそも想定していた数が違ったからだ。そうか、最初から4体のつもりでいけば、不意をつかれたり、出待ちもなくなるはず。ただ、一つ問題がある。問題？このエリアに精霊さんが一人いる。あちゃー。やるしかないぜ。精霊さんはどのあたりにいるの？この間の建物の左側みたいだぜ。つまり、あの入り口の左。ここを通り過ぎて、エビちゃん警戒しつつな。大丈夫みたいよ。じゃ、精霊さん行こうぜ。この辺りのはずなんだが。あ、いたわ。いくら、後ろからエビちゃんの音がするぞ。気をつけてね。隠れる場所があれば大丈夫だ。よし、行ったな。解放するわ。バーベキューイカガスか。海鮮たっぷりの予定ですよ。その海鮮に狙われてるんだけどな。この精霊さんも狙われてたのかしら？昔もエビちゃんがいれば、そうかも。じゃ、かくれんぼ仲間ね。ここエビちゃん通るぞ。いくらくん、気をつけてね。結局何の精霊さんだったのか。解放しないとわからないわね。このエビちゃんどっち？今？昔？精霊さん反応してるから昔だな。隠れる精霊さんね。状況が同じで心境よくわかるぜ。通り過ぎてくれた後の安心感。ちょっとホラーに通じるものがある。隠れる構えを教わりました。あそこ、出口っぽくない？ちょっと渦巻いているのが気になるが。行ってみましょ。霊夢、まずい。この水辺深すぎて、ジャンプじゃダメだ。ああ、光がどんどん減ってく。いくら、もうちょっとだぞ。危なかったわ。近くの灯籠で少し休みましょ。
さっき通り過ぎただろ。いくらくん、逃げて。横に隠れるところはないか？ないわ。いくらとにかく走れ。うわー。いくらくん。いくら、返事をしろ。いくらくん、生きてる？ここは危険だ。とにかく離れろ。壁沿い進んで、配管のところまで逃げちゃったわよ。いくら、エビちゃんだ。あんなに遠くから見つかるのね。さっきのようなことはもうやらせないぞ。いくらくんが無事でほんとよかった。なんで無事だったんだろ？ギリギリ回避できてたんだ。本当に数フレームレベルのな。あそこも出口じゃない？周回しているエビちゃんも通り過ぎたな。チャンスだ、あそこに行くぞ。そこそこジャンプする幅があるわ。いくらくん、慎重にね。いくらならいける。いくらくん、慎重にね。まあ、登れたから結果オーライだぜ。エビちゃん来ないうちに行きましょ。封印扉だったか。でも、行けそうよ。よし、いくら。もう、このエリアには来たくないわね。そうだな。次のエリアね。まずは、エビちゃんチェックだ。左、なし。中央、あり。右、なし。エビちゃんは1体だけね。いくら、気をつけて進むぞ。これ建物？なんか船っぽいわ。ああ多分船だな。ステチがもともと都市と仮定すると、貿易船か軍艦のどちらかはあるべき。船の後ろに精霊さんいたわ。何か被ってるな。何の精霊さんだろう。たくさんの墓標ですね。ろうそくいります？あれは、霊夢泣かせのぼっちお断り扉。こんなところで遭遇するなんてね。いくらくん、やれるだけのことはやろう。誰か来てくれるといいが。待っても来ないときは来ないわ。また誰も来ない。あれ？開いたわ。扉さんが出れてくれるときあるんだな。いくらくん、精霊さん待ってるわよ。不思議なハマり方してたな。船の中でも丸まって寒そうね。アイコンも敬礼だし、おそらく兵隊さんだな。攻められて動けないなら、新兵だな。降りかかる火の粉は払うけど、あまり戦争で争いたくはないわね。まったくだ。あれ？二人に増えたわよ。小舟に一人か、救援を求める連絡役かな。その小舟がここにあるわね。いくらにはちょうど良い足場だぜ。あれ？あの兵隊さん、すごく震えてる。小舟で1名、ほぼ特攻隊みたいなもんだ。震えるのも頷けるんだぜ。解放してあげましょ。敬礼の妹を教えてくれたわ。さすがにわかってたぜ。次に進む方向はあそこみたいね。あの配管を登るのか。配管のふもとまで移動したわ。ここはエビちゃんもカニちゃんもいる。いくら、先に進むの優先で頼む。まあ、適度に燃やす程度でね。登ること自体は、いくらなら問題ない。さすがにちょっと足滑りそうよ。他のことに気を取られなければ大丈夫。いくらくん、滑りそうだから登っちゃおう。燃やすのは本能みたいなものなんだろうな。いくらくん、なんか空気踏んだ？多少方向を補正できるとは思ってたが、麻薬にも跳ねられるとは、想定外だな。想定外だと何かまずいの？いや、どちらかといえば嬉しい誤算だぜ。さ、次のエリア行くぞ。また、広いところねー。見晴らしが良くて助かるぜ。エビちゃんは見当たらないな。あそこまで進みました。これは、城門かしらね。ちゃんとした城壁と城門って感じだぜ。入ってみましょ。中のエビちゃんチェックはまだだからな。気をつけるんだぞ。他と同じで中もボロボロね。奥に高い建物が見えるけど、あれはお城じゃないか？お城を目指しましょうか。あ、精霊さんだわ。ろうそく一本、元気のもと。変な掛け声だな。ああ、本来は、マッチ一本、火事のもと。これからの季節は、気をつけないとね。さすがにマッチは世代問わずわかるよな。使う機会減ってるし、知らないかも。この精霊さん、だいぶ特徴的なお面持ってるわ。背中に持ってるのは、角笛かしらね。足場があるから登れるが、だいぶ高いところに行くわね。普通は飛べるから楽なんだろうな。いくらくんはまだ候補生だからね。早く一人前のスズメにしてあげたいぜ。やっと頂上着いたわよ。いい運動になったぜ。解放いたします。角笛ってことは、まあ、あれだろう。なんか見渡してるね。見つけちゃったね。見つけた？エビちゃんとカニちゃん。ちゃんと言うと闇の勢力の進行だね。これでみんなに敵襲を知らせてたんだ。見渡すを教わりました。いくらかわいい。敵襲でボロボロね。進む方向はお城で正しいみたいだね。エビちゃんもいないみたいだし、ちゃちゃっと行こうぜ。本当に落下が上手よね。落下だけじゃないぞ。あ、さっきの？意識的に使えば、若干行動範囲が広がるぜ。お城の前まで移動しました。今回ってこのお城が神殿なのかしら。ステージの長さ的にもそろそろゴールだし、
おそらく、神殿とお城が一緒なんだろう。そろそろ休みたいわ。エビちゃんカニちゃんで時間かかったな。もうエビちゃんカニちゃんはいいわ。食べてないけど、お腹いっぱいよ。私もだぜ。そこに点火で、先進めるんじゃないか？さ、ゴールよ。なかなか大きいスイッチだな。お、強制ムービー。縄文開けてくれたな。やっと休めるわ。団子とお茶で一服したいな。いくらくんの分もね。何？エビちゃんいたの？数が多すぎるわ。こっちはムービー中で動けないんだぞ。もうお腹いっぱいだって、言ってるでしょ？こっち見るんじゃねえ。別のエビちゃんにも気づかれたわ。体がねじ切れそうな急ターンしなくても、その先にはイクラくんがいるわ。多少は距離がありそうだ。冷静にエビちゃんの位置を確認して、横に隠れる感じで対応しよう。そうね、これまで通り物陰に。で物陰どこ？隠れるところがあまりないか。まずは、エビちゃんの位置確認しましょ。サーチライトが近いぞ。エビちゃん真後ろだわ。横に避けましょ。見つからないようにな。あれ？エビちゃん1体だけ？後ろのエビちゃんは、おとり？測ったなぁ。アホ、口より先に逃げるんだよ。隙間があったぜ。もう疲れた。ここに住もう。いくらと私は出ていくけど。なんでよもうちょっと構ってよ。はいはい。エビちゃんやり過ごしたら、門入るぞ。行った？今だな、いくら慎重に進め。エビちゃんいないと静かね。何もかも破壊されてるからな。これでやっとゆっくりできるわ。まだ油断はするな。もう入るだけでしょ？まあそうだな、団子とお茶でも用意。何の音？閉じ込められた？エビちゃんにはめられたの？びっくりしたが閉めないと、エビちゃんが入れちゃうからな。それもそうね。物陰扱いみたいだし、近くでエビちゃん鑑賞できるぜ。もう、お腹いっぱいよ。じゃ、進もうか。やっとゴールだわ。やったー祭壇だー。ステチはきつかったな。イクラくん、よく頑張ったわね。イクラは結構ずんずん進んでいたぞ。私たちの方がダメージ受けてたかしら？色々折れそうなステージだったことは確かだ。さ、祈りましょ。どんな大精霊様だろうね。豪快な登場ね。見るからに強そうだ。初めてじゃない？何が？武具を持っている人。使いは優しい世界だからね。そうか、大精霊様は、最後の戦士なんだろう。最後？ボロボロになっても、ここを守護する。全部、出し尽くしたのね。戦士の鏡だぜ。イクラくん、どうするの？武具にイクラくんの火が宿ったわ。戦士にとっての命だな。大精霊様はまだボロボロみたいだけど。いくらも見守ってるぞ。こんな小さい子に見られたら、さすがに立つしかないわね。これでステージクリアね。大変なステージだったぜ。奥の扉が開いたわよ。次ステージだな。見るからに青いな。海みたいだね。今回はこの辺りで終わりです。ご視聴いただきありがとうございました。